り解説トラウマ確定。 CG なしの造形が怖すぎた昭和の妖怪怪談映画ベスト10。マリサ、夏といえばやっぱり怪談よね。でも、最近のホラー映画は CG ばかりで、ちょっと物足りない気がするわ。いいところに目をつけたな、レイム。昭和の怪談映画は CG なんて一切なかったから、職人が手作りした造形物や特殊メイク、それに照明の影だけで本気の恐怖を演出していたんだぜ。手作りだからこその、あの生々しい質感があるのね。ああ、特に10位から上位にランクインしている1968年は、日本中で空前の妖怪ブームが起きた特撮怪談の黄金イヤーなんだ。当時の職人たちが本物を追求して作った造形は、今見てもトラウマものだぜ。職人さんの手作りなのね。それはすごそうだけど、一人で見るのはちょっと怖いわ。内容を詳しく教えてもらえるかしら？もちろんだぜ。今回は当時の子供たちが震え上がった傑作をベスト10形式で紹介していくぞ。ただ、恐怖の核心に迫るために、結末までのネタバレも含めて解説するから、そこだけは注意してくれよな。ネタバレありなのね。わかったわ。覚悟して聞くことにするわね。マリサ、よろしくお願いします。第10位、妖怪百物語、1968年、大英。第10位は、1968年公開の大英京都作品、妖怪百物語だぜ。日本古来の妖怪が実在するものとして描かれた、大英妖怪三部作の第一作目にして、怪談映画の傑作なんだ。百物語って、百は語り終えると妖怪が出るっていう、あの有名な怪談の集まりのことよね。その通り、映画では、欲にまみれた豪商の田島屋と悪徳奉行の堀田が、百物語を催しながら、本来必須である付き物落としの呪いをサボってしまうんだ。その結果、本物の妖怪たちが次々と姿を現すことになるんだぜ。おまじないを忘れるなんて、いかにも不吉な展開ね。どんな妖怪が出てくるの？特に印象的なのは、毛利育子が演じる六六尾だ。殺生を禁じられた池で魚を釣ったたたりとして、浪人の妻が変貌するシーンは、人形とは思えない肌の質感が今見ても相当に不気味なんだぜ。さらに、悪人がジンベエを殺害した場所から、巨大な大首がぬーっと現れるシーンは、当時の子供たちにとって大きなトラウマになったと言われているな。巨大な顔が突然現れるなんて、想像しただけで夜道が歩けなくなりそうだわ。あと、コメディアンのルーキー新一が描いた落書きの傘が実体化して、アニメーションと合成で戯れるシーンも、ユーモラスながらどこか薄気味悪いんだぜ。結末を言うと、田島屋は妖怪に翻弄されて手代と差し違えて死に、奉行の堀田も妖怪に取り囲まれて自害に追い込まれるんだ。最後は自分たちで決着をつけさせられるのね。因果応報というか、妖怪たちが悪を裁く正義の味方のようにも見えるわ。そうだな。ラストの、妖怪たちが深夜の街を踊り狂いながら練り歩く百鬼夜行のシーンは、渡辺宙明の音楽も相まって、不気味さと美しさが入り混じった映画史に残る名場面なんだぜ。第9位、怪談牡丹道路、1968年、大英。第9位は1968年公開の大英作品、怪談牡丹道路だぜ。三遊亭延長の怪談話を、巨匠山本薩夫監督が映画化した傑作なんだ。牡丹道路って、あのカラン、コロンって下駄の音がするお話よね。でも、社会派の監督が撮る怪談って、普通とは何かが違うのかしら？鋭いな。単に幽霊が怖いだけでなく、身分制度に翻弄される男女の悲恋と、それを利用する人間の欲深さを鮮烈に描いているんだぜ。人間の方が怖い。なんて、なんだか生々しいわね。物語はどんな風に進むの？旗本の新三郎が、自害した友情つゆの幽霊と出会って恋に落ちるんだ。一度は拒絶するが、悲しい境遇に共感し、最後はあの世で添い遂げる覚悟で抱き合うんだぜ。幽霊と分かっていても愛し合うなんて、すごく切ないわ。だが、人間の欲はそんな純愛すらぶち壊す。隣人の万蔵たちは、幽霊からお札を剥がせば100両やると持ちかけられ、
新三郎が肌身離さず持っていた守り本尊の黄金仏まで、盗み出してしまうんだ。幽霊より何より、金に目がくらんでにやつく人間の顔が一番のホラーだぜ。お金のためにお札を剥がしちゃうなんて。その後、新三郎はどうなってしまうの？翌朝、人々が見たのは、こと切れた新三郎の姿だった。新三郎の首にシャレ神戸がしっかりとすがりついていて、傍らにはお米の骸骨も横たわっていたんだ。まさに一生もののトラウマになるほど凄惨だぜ。想像しただけで鳥肌が立つわ。CG がない時代に骸骨が首にすがりつくなんて、職人さんの執念を感じるわね。ああ、宙を舞うワイヤーアクションや、手が蛍光塗料のように光る演出も不気味だ。社会に性を引き剥がされた者同士が、死の淵で結ばれる救いのなさが、昭和の名作たるゆえんなんだぜ。第8位、吸血ドクロ戦、1968年、松竹。第8位は1968年公開の松竹映画、吸血ドクロ戦だぜ。モノクロ作品ならではの陰鬱な雰囲気と、制作上のトラブルが生んだカルト的な恐怖が語り草になっている一作なんだ。吸血ドクロ戦。タイトルからして怖そうね。どんな内容なの？かつて金塊を奪い乗組員を皆殺しにした海賊たちが、犠牲者の妹によって次々と復讐される物語なんだ。でもな、この映画の見どころはストーリー以上に、その歪さにあるんだぜ。いびつさ？どういうことかしら？実は、7000トンの本物の船を借りて撮影したんだが、内容に戦士からクレームが入って、大幅にカットされたんだ。そのせいで物語がズタズタになっていて、それが逆に不気味さを引き立てているんだぜ。それは制作側も大変だったでしょうね。具体的なトラウマシーンはあるの？一番の衝撃は、岡田真澄演じる端正な顔立ちの神父が、自分の顔、つまり皮膚マスクをベリベリと剥がす場面だ。中から西村光演じるケロイドだらけの真犯人が現れる演出は、まさに変質的な恐怖だぜ。自分の顔を剥がすなんて、今の映画でもなかなか見ないような、凄まじい発想ね。さらに人体がドロドロに溶ける特撮や、海底に並ぶおもちゃのような骸骨のチープな動きが、独特の違和感を生んでいるんだ。金子信夫や小池浅尾といった名悪役たちの怪演も相まって、理屈を超えた恐怖を味わえるんだぜ。チープな造形が逆に怖くなることってあるわよね。職人さんの執念と、偶然が生んだトラウマ映画なのね。その通り、最後は怨念を乗せた幽霊船が砂のように崩れ落ちていくんだが、尻滅裂な展開も含めて、昭和の特撮ホラーを語る上では外せない強烈な一本だぜ。第7位、吸血鬼ゴケミドロ、1968年、松竹。第7位は1968年公開の松竹映画、吸血鬼ゴケミドロだぜ。ゴケミドロ？なんだか不思議な名前ね。吸血鬼っていうからには、夜な夜な現れて血を吸う怪人が主役なのかしら？いや、こいつの正体は高い知能を持つ水銀状の宇宙生物なんだ。一言で表すなら、この作品は独創的なビジュアルと、徹底した虚無感によって、世界中の映画ファンを虜にした SF ホラーの金字塔なんだぜ。世界中のファンを？そこまで言われると、一体どんな映像が飛び出すのかドキドキしちゃうわ。その理由は、当時の限られた予算と技術の中で創意工夫された、職人芸が光る衝撃的な描写にあるんだぜ。一番のトラウマポイントは、郷秀夫演じる暗殺者の額が、パカッと縦に割れるシーンだ。そこから青光りするドロドロとした物体が体内に侵入し、能面のような無表情な吸血鬼に変貌して、人々に襲いかかる描写は、まさに圧巻の不気味さなんだぜ。額が割れて何かが入るなんて、想像しただけで息を飲むような恐怖ね。郷秀夫さんの無表情も、きっと夢に出るほど恐ろしかったに違いないわ。ああ、劇中にはベトナム戦争の凄惨な写真なども挿入されていて、人間同士が憎み合い、殺し合っているからこそ侵略を招くんだという、人類への鋭い警鐘が鳴らされているんだぜ。結末も絶望的で、生き残った二人がたどり着いた先では、すでに全人類が全滅し、空飛ぶ円盤が空を埋め尽くす中で、
地球が茶色く変色していくんだ。最後まで救いがないなんて、あまりに悲しすぎるわ。でも、ただ怖いだけじゃなくて、人間についても考えさせられる深い映画なのね。その通りだぜ。あの巨匠クエンティン・タランティーノも大ファンで、代表作のキルビルで、赤い空を飛ぶ旅客機のシーンをリスペクトするほどなんだ。この世のものとは思えない恐怖と強烈なメッセージ性があるからこそ、今なお伝説のトラウマ映画として語り継がれているのぜ。第6位、鬼ババ、1964年、近代映画協会。第6位は、鬼ババね。山奥の妖怪が出てくるお話かしら？マリサ、私にもわかりやすく教えてほしいわ。そう思うだろ？でもな、レイム。第6位の1964年公開の映画、鬼ババは、妖怪じゃなくて人間の内面にある鬼を描いた傑作なんだぜ。新藤兼人監督が、南北朝時代の動乱期を背景に、極限状態での人間の欲望を CG なしで描き切ったんだ。欲望がテーマなのね。マリサがそこまで言うなら、きっと普通の怪談とは一味違う、特別な怖さがあるのね。ああ、一言で言うと、この作品は人間の醜さが、本物の鬼へと変わっていく過程を視覚的に突きつけてくる、圧巻の映画なんだぜ。一面のすすきの腹が広がる不気味なロケーションの中で、落ち武者を殺して武具を奪い、食いつなぐ姑と嫁の姿は、まるで地獄絵図のようだ。すすきの腹での殺生。聞いているだけで背筋が寒くなるわ。そのお話のどこがトラウマポイントなの？具体例を挙げると、姑が落ち武者から奪った、不気味な般若の面をかぶってからが本番だぜ。姑は鬼に化けて嫁を脅そうとするんだが、ある雨の夜、その面が顔に吸い付き剥がれなくなるんだ。皮膚と一体化して取れない面に絶望し、うめき声を上げるシーンは、まさに圧巻の恐怖だぜ。面が剥がれないなんて、きっと想像を絶する絶望感だったに違いないわ。最後はどうなってしまうのかしら？結末はさらに凄惨だぜ。嫁が金槌を使って姑の面を叩き割るんだが、その下から現れたのは、肉が腐り、面にこびりついて剥き出しになった、凄惨な姑の素顔だったんだ。姑が、私は人間だ、鬼じゃない、と叫びながら、闇へと走り去るラストは、見る者の心に深いトラウマを刻み込むはずだぜ。人間だと叫びながら、その姿は鬼より恐ろしい。人間と鬼の境界線がわからなくなるような、本当に悲しすぎるお話ね。その通りだぜ。職人の特殊メイクが生んだ、あの腐った顔のリアリティこそが、昭和の怪談映画が誇る金字塔たるゆえんなんだぜ。第5位、怪談、1964年、東宝、人参クラブ。第5位は1964年公開の怪談だぜ。小泉八雲の原作を4つのオムニバスで描き、莫大な予算と執念をかけた超大作なのぜ。最大の特徴は、徹底した様式美を追求することで、逃げ場のない静かな恐怖を芸術の域まで高めた、日本映画史に残る傑作なんだぜ。怪談って、誰もが知る名作だけど、映画になるとまた違った怖さがありそうね。ああ、全編オールセットで撮影された美術と、竹光徹による前衛的な音楽が融合し、この世ならざる異世界を作り上げているんだ。例えば、黒髪では、三國連太郎演じる男が目覚めると、隣で寝ていた妻が長い黒髪だけを残した凄惨なドクロに変わっているんだぜ。一晩中、ドクロと一緒にいたなんて、静かに朽ちていくような怖さがあるわね。特に、耳なし法一の話は圧巻だぜ。全身にお経を書かれた法一が、書き忘れた耳だけを平家の亡霊に無残に引きちぎられる。静寂の中に響く絶叫と、耳だけが空中に浮かぶ視覚効果は、まさにトラウマ級の描写なのぜ。壇の浦の合戦シーンも、歴史の重みを感じさせる様式美に溢れているんだ。耳だけお経を忘れるなんて、亡霊たちの執念も、それを描く監督のこだわりも凄まじいわね。他にも、雪女では、空に巨大な目が浮かんでいるような、背景が使われていて、現実離れした恐怖を演出しているんだ。中台達也や岸恵子といった名優たちが集結した映像は、もはや、怖いを超えて美しいのぜ。
日本映画の底力を感じる一作だぜ。職人さんの手で作り込まれた世界観は、今の映画にはない重厚感があるわ。美しさの中に潜む深い情念に、私も引き込まれてしまいそうだわ。マリサ、次は第4位ね。第4位、ヘビ娘と白髪魔、1968年、大英。第4位は1968年公開の大英映画、ヘビ娘と白髪魔だぜ。恐怖漫画の神様、梅津和夫先生の作品を初めて実写化した、伝説の少女向けスリラーなのぜ。この作品の凄さは、漫画特有の不気味な想像力と、大英特撮の技術が見事に融合して、見る者の脳裏に焼き付く、トラウマのデパートのような恐怖体験を生み出している点にあるんだぜ。梅津先生の初の実写化なのね。ヘビ娘だなんて、名前だけでもうゾクゾクしちゃうわ。女の子向けなのに、そんなに怖いの？ああ、演出が容赦ないんだぜ。ガメラシリーズの湯浅監督が、低予算を逆手に取ったモノクロ映像で、生理的な恐怖を煽るんだ。特に、さゆりが偶然見てしまう姉玉美の背中を埋め尽くす蛇の鱗や、耳まで裂けたような蛇娘のメイクは、当時の子供たちの脳裏に焼き付いて離れなかったはずだぜ。背中が鱗だらけなんて、お姉さんがそんな姿だなんて、悲しすぎるわね。でも、蛇娘だけじゃなくて白髪魔も出るんでしょう？そうだぜ。夜な夜な現れる神出鬼没の白髪の老女。白髪魔の正体は、遺産を狙うバーヤの変装だったという、人間のエゴの怖さも描かれているんだ。湯浅監督が得意の特撮を駆使した悪夢のシーンでは、マネキン人形が追いかけてきたり、巨大な蛇が体を締め付けたりと、幻想的で逃げ場のない恐怖が炸裂するんだぜ。ちなみに原作者の梅津先生も、タクシー運転手役でこっそり出ているのも見逃せないぜ。悪夢のシーンまで特撮で描くなんて、職人さんのこだわりがすごいわね。最後は、悪いバーヤがやっつけられるの？最後は凄惨なカタストロフィーだぜ。玉美とバーヤがビル上で争い、玉美が転落。そして南城邸が炎に包まれて崩壊するラストは、まさに圧巻の迫力なんだ。劇中ではヘビ娘の正体を精神疾患や皮膚病として、科学的に説明しようとする独特の雰囲気もあるんだが、そんな理屈を吹き飛ばすほどのドロドロした情念と、火炎に包まれるラストの映像美こそが、本作をカルト的人気へと押し上げた要因なのぜ。科学的な説明があるからこそ、逆に現実味があって怖いわね。最後は全部燃えてしまうなんて、梅津先生の世界観がぐっと詰まった一作なのね。マリサ、第3位も楽しみだわ。第3位、妖怪大戦争、1968年、大英。第3位は1968年公開の大英作品、妖怪大戦争だぜ。日本妖怪と西洋妖怪が激突する、特撮アクションの最高傑作だ。見どころは、個性の強い日本妖怪たちが、圧倒的な力を持つ侵略者大門に団結して立ち向かう熱い展開が、当時の子供たちを熱狂させたのぜ。まさに数と結束力の勝利を描いた、完全懲悪のヒロイズムが爆発している作品なんだ。日本の妖怪と西洋の妖怪が戦うなんて、まるでお祭りみたいね。でも、相手の大門ってそんなに強いの？ああ、大門はバビロニアの遺跡から目覚めた凶悪な吸血妖怪で、大寒に憑依して神棚を壊し、人々の生き地を吸う恐ろしい存在なんだぜ。この大門を演じているのは大魔神と同じ橋本力さんで、その鋭い眼光は子供たちを本気で震え上がらせたんだ。最初は大感情の池に住むカッパが一人で挑むんだが、絶大な魔力の前になすすべもなく返り討ちにされてしまう。そこから、知恵袋の油すましが全国の仲間に召集をかける流れが、最高に盛り上がるんだぜ。全国から仲間が集まるなんて、ワクワクするわ。日本の妖怪たちはどうやって勝ったのかしら？最後は圧倒的な数とチームワークだぜ。海や山から雲海のごとく集まった日本妖怪軍団が、一丸となって大門を追い詰めるんだ。人間側の英雄新八郎が大門の弱点である目を矢で射抜くシーンは、まさに勝負の分かれ目となる手に汗握る名場面だぜ。強大な悪に対して、
小さく力弱い者たちが知恵と勇気で打ち勝つ姿は、今見ても胸が熱くなること間違いなしなのぜ。数で圧倒するのね。妖怪たちのチームワークに、なんだか感動しちゃうわ。ラストシーンも秀逸だぜ。決戦が終わった後、妖怪たちが深夜の街を踊り歩き、夜明けの鐘とともに山へ帰っていく百鬼夜行の映像は、不気味ながらもどこか幻想的で美しいんだ。職人技が光るこの特撮大作は、手作りの温かみと本気の恐怖が共存している。まさに昭和映画の宝物のような一作なのぜ。夜明けとともに消えていく姿を想像すると、少し寂しい気もするわね。でも、日本の妖怪たちの強い絆が見られて、とっても面白そうだわ。マリサ、次はついに第2位ね。第2位、怪談雪女郎、1968年、大英。第2位は1968年公開の大英作品、怪談雪女郎だぜ。主演の藤村志保さんが、美しくも恐ろしい雪の化身を演じた悲恋の名作なのぜ。これは単なるホラーの枠を超えて、衣類婚姻譚としての悲しみと、究極の母性を描き出した、胸を締め付けられるような人間ドラマなんだぜ。雪女郎って、雪女のことよね。すごく有名な伝説だけど、映画だとどんな風に描かれているのかしら？藤村志保さんって、とっても綺麗な女優さんよね。ああ、平時は可憐な妻なんだが、正体を表す時の変貌が凄まじいんだぜ。眉を剃り落とした白塗りの顔に、目が金色に光る特殊メイクは、まさに妖艶さと恐怖が同居した圧倒的なインパクトだ。物語では、物資の予作が、雪女の正体を知られてはいけないという、禁じられた秘密を口にした瞬間、周囲が吹雪に包まれて妻の雪が雪女に戻ってしまうんだが、そこからの展開が泣けるのぜ。秘密を言ったら殺すって約束だったわよね。予作は殺されてしまうの？本来なら殺される運命だが、幼い息子の太郎が雪にすがりつくんだ。その時、復讐に燃えていた雪女の瞳に、我が子を思う慈悲の心が宿るんだぜ。予作はこの瞬間の彼女の目を見て、それまでどうしても刻めなかった、観音像の慈悲の目を完成させることができたんだ。伊福部明による重厚な音楽と、スタジオセットの幻想的な雪景色が、この別れのシーンをより一層美しく際立たせているのぜ。恐怖の中に慈悲を見出すなんて、ただ怖いだけじゃなくて、家族の絆や愛情が深く描かれているのね。なんだか切なくて、今の私でも共感できそうだわ。そうだな。最後は愛する夫を殺せず、雪の原の中へ溶け込むように消えていくんだが、地頭の横暴や不気味な巫女といった醜い人間たちと対照的に、雪女の純真さが際立つ名作なのぜ。大英特撮が誇る映像美と、藤村さんの魂を削るような名演を、ぜひその目で焼き付けてほしいぜ。消えていく姿を想像するだけで胸が熱くなるわね。美しさと怖さが一つになった、日本映画の宝物のようなお話だわ。マリサ、いよいよ次は第1位ね。第1位、東海道四谷怪談、1959年、新東宝。第1位は1959年公開の新東宝作品、東海道四谷怪談だぜ。中川信夫監督が放った、日本の怪談映画の最高傑作として君臨する不朽の金字塔なのぜ。この作品の凄みは、単なる幽霊話ではなく、人間の業の深さや立身出世の醜い執念を、恐ろしくも美しい様式美で描き切った、まさに日本映画の至宝とも言える芸術的な一本なんだぜ。最高傑作。お岩さんのお話は有名だけど、芸術作品とまで言われるのは知らなかったわ。どんなところがそんなにすごいの？これこそが職人技の結晶だぜ。特に語り草になっている紙すきのシーンは、毒薬によって顔が凄惨に腫れ上がったお岩が串を通すたびに、艶やかな黒髪が束になって抜け落ち、そこから真っ赤な血がダラダラと流れ出す描写で、当時の観客に強烈なトラウマを植え付けたのぜ。さらに、お岩と卓越の遺体を解いたの表裏に釘付けにし、音棒堀の沼から反転して現れる解いた返しの視覚効果は、圧巻の恐怖演出なんだぜ。これ、実は一枚の解いたの両面に役者を貼り付けて、
一瞬でひっくり返すという超アナログな仕掛けなんだが、タイミングと照明が完璧すぎて、現代の技術で見ても全く違和感がない神業なんだ。人力なの。役者さんも職人さんも、まさに命がけの撮影ね。ああ、聞くだけで胸が締め付けられるわ。その後の伊右衛門はどうなってしまうの？伊右衛門はお岩の亡霊に取り憑かれ、狂乱の果てに、自らの手で新妻の大目やその父を誤って切り殺してしまうという、自業自得な悲劇をたどるんだ。最後はお岩への謝罪をつぶやきながら絶命するが、復讐を果たしたお岩が元の美しい姿に戻って赤子を抱き、神々しく空へ昇天していくラストシーンは、不気味な物語の中に一筋の光と救いを感じさせる。まさに最高傑作と呼ぶにふさわしい見事な幕切れなんだぜ。絶望の中に美しい最後があるのね。まさに日本の怪談、最高の一本だわ。総評またはまとめ。さて、今日は昭和の妖怪怪談映画ベスト10を見てきたが、どれも職人たちの熱い魂がこもった名作ばかりだったぜ。CG がない時代だからこそ、手作りの造形物や特殊メイクから伝わる執念のようなエネルギーが、見る者の心に深い恐怖と感動を刻み込んでくれるのぜ。本当ね。怖いだけじゃなくて、人間の業や切ない情念を感じる作品ばかりだったわ。今の映画にはない独特の重厚感に、私もすっかり引き込まれたわ。それこそが昭和特撮の魅力なのぜ。これからも色褪せないこの生々しい質感を大切にしたいな。皆さんのトラウマシーンも、ぜひコメント欄で教えてほしいぜ。皆さんの思い出も聞いてみたいわ。今回も最後までありがとう。面白いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。